1853年、浦賀沖に巨大な船が現れた。黒く塗られた船体、煙を吐く煙突、帆ではなく蒸気の力で動く船。江戸の人々はこれを黒船と呼んで恐れた。たった4隻の船が250年続いた鎖国を終わらせた。なぜペリーはこれほど簡単に日本を動かすことができたのか。今日はその真実に迫っていくべき。今回は3つの問いで解説する。第1の問いは、なぜペリーは日本に来たのかだ。アメリカの本当の狙いとは何だったのか。第2の問いは、なぜ幕府は断れなかったのかだ。250年続いた鎖国がなぜ一夜で崩れたのか。第3の問いは、開国は日本に何をもたらしたのかだ。この出来事が幕末明治維新にどうつながったのか。順番に見ていこう。まず、アメリカがなぜ日本に来たのかを整理しよう。19世紀のアメリカは急速に成長していた。東海岸から西海岸へと大陸を横断し、さらに太平洋へと目を向け始めた時代だ。当時のアメリカにとって日本が必要だった理由は主に3つある。1つ目は捕鯨船の補給地だ。19世紀、クジラの油は照明や機械の潤滑油として欠かせないものだった。アメリカの捕鯨船は太平洋を広く航行していた。しかし、長い航海の途中で食料、水、石炭を補給できる場所が必要だった。日本はその絶好の位置にあった。2つ目は難破船員の保護だ。太平洋で難破したアメリカ人船員が日本沿岸に流れ着くことがあった。しかし、鎖国中の日本では外国人は長崎以外では受け入れられなかった。時に過酷な扱いを受けることもあった。アメリカはこれを問題視していた。3つ目は中国貿易の中継地だ。当時アメリカは清との貿易を拡大させたかった。蒸気船が日本で石炭を補給できれば、アメリカ、日本、中国を結ぶ航路が完成する。日本はその要の場所だった。つまりペリーの来日は単なる友好目的ではなかった。アメリカの太平洋戦略の一環だったのだ。次に、なぜ幕府が断れなかったのかを見ていこう。1853年7月、ペリーは4隻の軍艦を率いて浦賀沖に現れた。軍艦のうち2隻は蒸気船だった。黒い煙を吐きながら風もほもなく進む船。江戸の人々は生まれて初めて見た。そしてペリーは威嚇射撃を行った。空砲とはいえ、その轟音は江戸にまで届いたとも言われている。幕府は混乱した。問題は軍事力の差だった。当時の日本の大砲の射程は200メートル程度。しかしペリーの艦隊の大砲はその10倍以上の射程を持っていた。正面から戦えば日本は確実に負けるだろう。それだけではない。幕府はこの時アジア情勢も把握していた。1842年のアヘン戦争で清がイギリスに完敗したことを知っていたのだ。大国の清でさえ西洋の軍事力に歯が立たなかった。日本が戦えばどうなるか火を見るよりも明らかだった。さらに幕府内部は真っ二つに割れた。断固として鎖国を守るべきだという強硬派と、現実的に開国せざるを得ないという現実派が激しく対立した。13代将軍徳川家定は病弱で決断力を欠いていた。老中安倍正弘は諸大名にも意見を求めるという江戸幕府では異例の行動に出た。これはある意味で幕府の権威が揺らぎ始めた瞬間でもあった。結局ペリーは返事は1年後に聞きに来ると言い残して一度引き上げた。しかし翌1854年、ペリーは約束通り戻ってきた。今度は7隻の艦隊を率いて。幕府に選択肢はなかった。1854年3月、日米和親条約が締結された。250年続いた鎖国はここに終わりを告げた。
開国の衝撃は日本社会を大きく揺るがした。日米は新条約で開かれたのは、最初は下田とは戸建ての2校だけだった。しかしその4年後の1858年、大老井伊直弼は天皇の勅許を得ないまま、日米修交通商条約を締結した。これは幕府にとって致命的な判断ミスだった。天皇の許可なく条約を結ぶとは何事か、という批判が全国に広がった。尊王攘夷という思想が一気に燃え上がった。天皇を敬い、外国を打ち払え、という運動だ。幕府への不満と外国への怒りが日本中に渦巻き始めた。ペリーが来てからわずか15年後の1868年、江戸幕府は倒れ、明治維新が始まる。黒船来航は単なる船が来たという出来事ではなかった。日本の近代史を動かした最初の一撃だったのだ。第三の問い、開国は日本に何をもたらしたのかを考えてみよう。短期的に見ると、開国は日本に混乱をもたらした。外国の商品が流入し、物価が上がった。金と銀の交換レートの差を利用されて、大量の金が海外に流出した。幕府への不信感が増し、各地で外国人を襲う事件も起きた。しかし、長期的に見ると、開国は日本を救った可能性が高い。19世紀、アジアの多くの国が欧米列強の植民地になっていった。インドはイギリスに、インドシナはフランスに、フィリピンはスペインとアメリカに支配された。もし日本が鎖国を続けていたら、遅かれはやかれ同じ運命をたどっていたかもしれない。しかし、日本は開国したことで、欧米の技術、制度、文化を急速に吸収した。そして明治維新によって近代国家として生まれ変わり、わずか50年で欧米列強と肩を並べる国になった。その出発点が1853年のペリー来航だった。ペリーが来なければ、日本の近代化はもっと遅れていたかもしれない。あるいは、日本は別の形で欧米に飲み込まれていたかもしれない。歴史にもしもはないが、黒船来航が日本を大きく変えたことは間違いない。改めて整理してみよう。ペリーはなぜ日本を開国させられたのか。理由は3つだ。1つ目、アメリカには太平洋戦略という明確な目的があった。捕鯨、貿易、石炭補給という具体的な利益のために日本を必要としていた。2つ目、圧倒的な軍事力の差があった。アヘン戦争で清が敗れた事実を知っていた幕府は、正面から戦うことができなかった。3つ目、幕府が内部から揺らいでいた。強硬派と現実派の対立、将軍の病弱、大名たちへの意見聴取という異例の行動。これらがすべて幕府の弱体化を示していた。この3つが重なった時、250年の鎖国は終わった。そして開国は日本の近代化の引き金となり、幕末明治維新へとつながっていく。今日のまとめをしておこう。黒船来航は船が来ただけの出来事ではなかった。アメリカの太平洋戦略、圧倒的な軍事力、幕府の内部崩壊。この3つが重なって250年の鎖国が終わった。そして開国は日本に混乱をもたらした一方で、近代化への扉を開いた。あなたは、もしペリーが来なかったとしたら、日本はどうなっていたと思うか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は薩長同盟に迫る。犬猿の中だった薩摩と長州がなぜ手を結んだのか、幕末最大の謎を解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。